皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。現代民主主義の課題。現代民主主義は、近代以降の政治体制の中で最も先進的な制度と称えられる一方、その運用過程において多種多様な矛盾と課題を内包している。急速な社会変容、情報技術の飛躍的進展、経済格差の進化、さらにはグローバル化の進展などが、伝統的な民主主義理念と現実との間に深刻な乖離を生じさせ、制度の根幹に疑義を呈するに至っている。かつては市民自らが公共権において自由に意見交換し、政策形成に参画することが民主主義の正当性を支える主要素とされたが、現代においては情報の過剰供給と意見の多極化が、時に無秩序な論争を助長し、合理的な合意形成を阻害する結果となっている。加えて、インターネットを介した情報流通の拡大は、情報の民主化と同時にフェイクニュースや偏向報道といった新たなリスクをはらみ、国民の判断力を揺るがす要因として浮上している。一方、民主主義国家の政治制度は、選挙制度や議会運営、行政の透明性と説明責任といった基本的枠組みの中で、内在的矛盾と制度的不備を露呈している。従来の選挙制度は、一票の平等という理念を掲げながらも、実態としては地域間や社会階層間の不均衡を助長し、結果として政治家と有権者との乖離を拡大している。既得権益の温存や政治資金の不透明性、さらには官僚主導の閉鎖的な運営体制が、政治的信頼の低下を招き、政治的不満が一部の極端な思想やポピュリズムの台頭を許す温床となっている。こうした状況は、制度の改革を求める声が高まる一方で、急激な変革がもたらす不確実性への懸念と相まって、改革の実現を一層困難なものとしている。また、現代民主主義は国家主権と国際協調の狭間でその正当性を問われる局面に直面している。グローバル化の進展に伴い、経済、環境、安全保障といった分野における国家間の相互依存性が増大する中、各国の内政における自主性は相対的に低下し、国際機関や多国間協定が政策決定に大きな影響力を持つようになっている。しかし、これらの国際的枠組みが必ずしも各国民衆の意思や民主的プロセスに基づいて構築されているとは言い難く、その結果、国内における民主主義の正当性や説明責任が問われる事態が生じている。国際競争と国内保護の狭間で揺れる経済政策は、労働者の権利や社会保障制度の脆弱性を露呈し、政治的対立を一層深刻化させる要因ともなっている。さらに、情報技術革新がもたらすデジタル社会の進展は、民主主義の運用に新たなダイナミズムを付与する一方で、同時に多くのリスクを伴っている。ソーシャルメディア上での意見発信の自由化は、市民が瞬時に声を上げる機会を増大させたが、同時に意見の偏在やエコーチェンバー現象が顕在化し、対話の断絶を招いている。個々の立場や思想が極端に強調されることで、冷静な議論や妥協の余地が狭められ、
結果として政治的分断が深刻化する恐れがある。さらに、サイバー空間における個人情報の漏洩や国家規模のサイバー攻撃は、国家の安全保障のみならず、個々の自由やプライバシーといった基本的人権をも脅かす要因となり、これまでの民主主義体制の前提そのものに疑問を投げかけている。このような諸課題に対して、現代民主主義が持続的かつ健全な運営を実現するためには、制度改革のみならず、市民意識の革新と成熟が不可欠である。市民自らが政治に対する高い関心を持ち、情報に基づく自律的な判断を下すこと。また多様な意見を尊重しながら合理的な議論を重ねる文化の醸成が急務である。教育やメディアを通じた啓蒙活動の充実。さらには地方自治体や市民団体による参加型の政策形成プロセスの推進が、これらの課題解決に向けた一助となるであろう。さらに、国家と市民、そして国際社会が互いに連携し、透明性と説明責任を重視したガバナンス体制を構築することが、現代民主主義の根幹を揺るがす諸問題に対抗するための重要な戦略となり得る。結局のところ、現代民主主義が抱える課題は、単なる制度的欠陥や技術的問題にとどまらず、国家と市民、さらには国際社会との相互作用の中で生じる複雑なダイナミズムに起因するものである。これらの諸問題に対しては、各種利害関係者が長期的視野に立ち、妥協と協議を重ねると同時に、根源的な価値観の再確認を図ることが求められる。自由、平等、そして公共の福祉といった民主主義の理念を再評価し、制度の刷新と市民意識の底上げを図る取り組みこそが、現代の厳しい状況を打開し、未来の民主主義体制をより堅固なものとする唯一の道である。加えて、政治体制の根幹を揺るがす要因として、行政機関の透明性確保と迅速な情報伝達システムの整備、さらに市民と政府との継続的対話の機会拡充が挙げられる。学識経験者、市民団体、さらには国際機関との連携を深化させ、各方面からの知見を融合することにより、従来の硬直した枠組みを打破する新たな改革のモデルが模索されなければならない。こうした取り組みは、制度刷新のみならず、政治教育の充実やメディアの自主性確保、情報リテラシーの向上といった、国民一人一人の意識改革をも促すものであり、民主主義の質的向上に直結する施策として重要視されるべきである。結果として、これまでの弊害を克服し、内外の複雑な課題に柔軟に対応できる持続可能な政治体制の構築が、未来に向けた確固たる基盤となるであろう。以上のように、現代民主主義は内外の複合的な要因によって試練にさらされているが、同時にその理念を維持、発展させるための可能性も内包している。国家と市民が互いに歩み寄り、透明性と対話に基づく政治プロセスを構築することにより、これまでの弊害を克服し、新たな民主的秩序の確立を目指すべきである。未来に向けた持続可能な発展と真に公正な社会実現のために、現代民主主義の課題に真摯に向き合うことが、我々一人一人の責務であると言える。
加えて、これまでの経験と教訓を踏まえ、制度運営における柔軟性と革新性を高める努力が不可欠である。各層の意見を統合するための市民会議や公開討論、さらには議会内外での積極的なコミュニケーションが、従来の対立圧力を緩和し、建設的な合意形成を促進するだろう。また、多国間協議や国際的な共同研究を通じた知見の共有が、国境を越えた相互理解と協力体制の強化につながり、各国の民主主義発展に寄与する枠組みとして機能する。こうした多角的アプローチが民主主義の普遍的価値を再確認し、変動する国際情勢に適応可能な体制構築を実現する鍵となる。政治と市民社会が一体となった改革プロセスは、より強固な民主主義基盤の形成を促し、未来に向けた希望と発展を担保する重要な一歩となるであろう。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。